はい、皆さん、こんにちは。リゼフトロート G の時生でございます。皆さん、お疲れ様でした。エボね、4月27日から、3日間かけて、やってきたエボジャパンなんですが、本日、すべての日程が終了いたしましたので、僕のね、大会参加の方も含めて、振り返りを行っていきたいと思います。まずはやはり何と言っても、ストリートファイター6。こちらの方の話をしていこうかなと思います。でですね、まず今回は、プレイステーション5で開催されるということなので、いつも PC でランクマンとかやってるんですが、まあ直前というか、1週間ぐらい前ぐらいかな、練習仲間というか、練習仲間、ももちさんももちから声がかかったわけじゃないんだけどね。ジョニーが、スカイで、ちょっとエボ J に向けて皆さん対戦しませんかっていう、ありがたいことにね、その場所を提供してもらったので、そちらの方で何度かお邪魔して練習するということを、しました。で、横対戦とか、あとはそこら辺も、意識しながらちょっと練習して、こんな感じかなという手応えはありました。で、僕の感じの試合の方なんですが、まずね、ファーストプールのね、もう、強い人多いこと。で特にね、最後に当たった緑須さんっていう方はですね、僕がエボ J で、前回も、当たったユリアン使いの方だったんですが、その時は今回も DJ 使ってですね、いい動きをしてましたね。僕も DJ あんまり得意じゃなかったんですけど、そこはなんとか読みを通したりとか、飛びを多めに使わせてもらったりとかで、勝利することができました。初日はね、お三方と戦って、3連勝できて、次の日に、進むことができました。次の日の、最初の、人は、こちらね、マーオさんっていうスト5のアビゲイル使っている方で、今回はリリーを使っていて、でも大会の緊張感もあったんだろうね。ちょっとミスが、普段より多いんじゃないかなと思いました。で、僕はそのミスをついて勝利。で、次に当たった相手が、ドラゴンボールで結構有名な方、B さんのモダンキャミーとの対戦だったんですが、キャミー戦いろいろ、僕もね、いつも頭を悩ませながら、なんかお得な連携ないかなとか、練習してたんですが、B さん戦でね、僕のお得意な安全飛びからのしゃがみ中盤陣内脚というのが、ちょうどキャミーの OD、キャノンスパイクで反撃できそうでできない前に、陣取ることができるので、そこをうまく使って、で、向こうもそれ多分知らなくて OD スパイク打っちゃって反撃で、僕は倒しきるみたいなこともできたので、そういうのもあって、勝利することができました。その次に当たったのが、こちらサイクロプスアスリートゲーミングの弟子企画で、どうやら頭角を現した地元最強マン。ランクマとかでもね、結構当たったりするループの方なんですが、僕もね、ルーフ戦は本当に、前のバージョンから気合を入れて練習してて、そんなに苦手意識はないところまで、持っていけるようになったんで、こちらも 2-0 勝利で、次に進むことができました。そしてラウンド3の最後の相手は、AZ ラプラス吉パ。ここで当たることになりました。格ゲー研究室のね、パッドの、紹介でも非常にね、ご協力いただいている中なんですが、そうは言っても本日は、ここでやったが100年目敵同士でございました。で、吉場との試合はね、終始ね、劣勢な展開だったんですが、一個すごいターニングポイントになったのは、決まればもう吉場の勝ち、2-0かなんかで勝ちとなるような、SA3、残余の SA3 ですね。それをドライブラッシュから打ってきたんですが、僕がそこをなんとか、暗転前に、バックジャンプを入れることができて、そこで反撃で、ダメージを奪って、そこから逆転勝利というのが、勝負の分かれ目になったんじゃないかなと思います。で、吉パに勝利して、これまた次のステージへ。で、配信台で上がったのが、DFM のジョン竹内選手。ラシード使いですね。僕ね、ラシード、ジョン君はね、割と持ち合い、ランクマとか当たってても結構勝ててたんで、で、
ラシードに対しても、ガチ君とかをね、意識して練習したりとか、ジョン君そのものを意識して練習させてもらった。サトル君とかにね、本当に毎日対戦してもらった時期もあるんで、その時の感じを思い出しつつも、読みが通ると、あっという間に試合が終わっちゃうゲームなんで、ジョン君との試合は、やっぱ読み勝ちとかラッキーが多かった試合だなと思いました。こちらも 2-0 で勝利することができて、続いての選手に参ります。で、ここでね、当たるのは多分ボンちゃんなんだろうなと思って、ボンちゃんとコバヤンの試合を見てたんですが、両方嫌だったけど、やっぱどっちかといえば、ザンギル、コバヤンの方が、やりやすいかなと。ボン、ルーク強いし、思ってて、コバヤン応援してたんだけど、コバヤンがね、ボンちゃん相手に、いい感じのところで、ジャンキャンスクリュー、ボンの投げに対して、ジャンキャンスクリューを決めて、勝ったりすることもあって、相手はコバヤンになって、でもこれも、全然危なかったっすけどね。最後の、こっちの画面端で向こうの、2択の場面のスクリューを、運よく前ジャンプできたりだとか、星自体がこれは多分 2-0 で勝利って書いてあるから、2-0 勝利だったのかな。そして上に行って、こちらです。今回の目玉というか、エボジャパン。直前での発表でトップ6以降はサウジアラビアの、e スポーツワールドカップ。こちらね、賞金総額。格ゲーだけじゃないんですけど、92億円 ?3 億円中の、大会に招待が決まりますということで、次勝てばトップ6入りの試合だったんです。そこで僕の道を阻んできたのが、ソウルメナ。バンディットのソウルメナ選手です。メナ RD。で、メナはね、前回の SFL でメナのチームと対決した時に、ボンちゃんに任せて最終的に流星に任せるっていう、チームの作戦だったんですけど、僕が逃げる形で、メナが、世界大会優勝したという形だったんですが、今回はね、ルーフ戦もバッチリやってたんで。で、何気に、エボジャパンのキディアブースで行われたエキシビションでも僕メナに、勝利することができてたんですよ。で、メナの動きとか、やり方っていうのも、ある程度は、だからお互いある程度分かった状態での、勝負だったんで、でもね、一個覚えてるのは、ちょっとメナペースで試合が進んじゃって、それ自体は、このゲームあることなんですよ。で、そこで、こっちがね、ちょっと劣勢になったんで OD ゲージを回復させようとした波動拳っていうのを打ってしまって、そこに対してうまく飛びを合わせるっていうね。そこでね、一気にリターンを取る選択肢。逆にメナ的にとっては、ちょっとリスキーであったんですよ。昇竜拳で返されちゃったりして、そこから置き攻めされると、このゲーム、そこからでも逆転あるゲームなんで。でもね、メナがその時確か 1-0 で星も取ってたんで、ちょっとしたリスクを取って、フルのリターン、試合を、決めきれるぐらいのリターンである飛びを、噛み合わせに来て、で、そこでまんまとね、僕は波動拳を打ってしまって、ここでの飛びは、試合巧者だなと思いましたね。それがすごい印象に残ってます。で、星は 2-0 で、メナに敗北して、サウジの切符はひとまずは、ルーザーズから、追う形になってしまいました。で、下で当たったが、いぶし銀のかけるくん。ケン JP の組み合わせは、僕は前のバージョンでも結構自信ありましたし、今回のバージョンでは、ケンがかなり、いけんじゃないかなと思ってて、試合をしました。で、かけるくんもね、結構ランカまでやったりした時は、僕のね、ノリノリケンがね、結構火を吹いてたと思うんですが、いざこのね、もう今更お前それ言うと思われるかもしれないですけど、やっぱね、いざ大会になって、で、それまでノリノリでウィナーズ行って、ルーザーズに行った後の一発目の試合、ちょっと手堅くいっちゃったね、きっと。この組み合わせって僕の勝ちパターンとして、剣の大パンチをとにかく、当てに行くっていうのが、勝ちに近づくこととして認識はしてるんだけど、かけるくんの前取りもうまかったのはあるんだけどね。
ちょっと、こっち一回スカ角取ってから、そこのモードに入ろうかなっていう風にしてる時間が、長かったと思います。そこは反省点。もっとね、ガンガン大パンを当てに行くっていうことが、JP 戦ではやるべきだったね。今思えばだけど。遠距離戦ばっかりやっちゃって、で、なんかちょっと感じ悪いなっつって、地上から行くんじゃなくて飛びを使ったりとかして、で、まあうまく落とされたりとか、っていうのが、まあ続いてしまい、終始ね、かけるくんが余裕があるような、展開にしてしまったので、それは、ちょっと反省どころじゃない、猛省ですね。もうちょっとね、早い段階でそれがダメだなと思って、切り替えるようにしていかないと、まあ、このストリートファイター6の大会は、とてもじゃないけど、勝ちきれないなと思いました。というわけで、調子よく、ウィナーズクォーターファイナルまで行ったものの、あっという間に2連敗してしまい、私のエボジャパンのストリートファイター6最終結果は、9位という形でですね、目標としていた6位には、ちょっと遠い結果になって、しまいました。応援していただいた方、ありがとうございました。もうちょっと頑張ります。はい。で、ですね、まあ、その後のトップ6も行われたんですが、まあね、正直、今回練習、まあ、スカイ、ももちのところのスカイで練習したときに、モケの強さがね、目立ってたんですよ。このプレイステーション5の環境に結構適応できてるなって思ったのがモケで、まあ、チュンリーの強みもその中ですごい活かしてたし、モケかなり来るんじゃないかなと思って見てたら案の定トップ6まで行って、で、次の相手が、まあ、龍吉くんってことで、龍吉くんと僕で2人でモケに0505とかで、しかもなんかラウンドすら取れずみたいな展開が続いて、で、龍吉くん当たることになって、うわ、龍吉くんオツみたいな思ってたら、龍吉くんが02からあれよあれよという逆転劇、弾力を見せて逆転したりしてまくったっていうのはすごいなんか印象に残る試合でしたね。まだやっぱメナのね、まあ、安定感ですよ。基本的にものすごく手堅い立ち回り。メナって、まあ自由なところもあるんですけど、基本的には本当に手堅い立ち回りをしている。これね、ルーク使いの人にも意見を聞いて、まあ NL とかとちょっと今日話したんですけど、いや、メナはああ見えて、ものすごくその、基本に忠実なところからまずやって、そこで徐々に相手の癖を見抜いてから、幅広く攻めていく、自由に攻めていくっていうのが、まあお手本だっていうふうに言ってましたね。いや、ちょっと誰がメナを止めるのか、みたいな感じで、今後もしばらく続きそうな感じがします。メナ、コングラチュレーション、強かった。で、まあ、このエボジャパン全体の感想なんですけど、もう、すごいですね、規模感。来場者数は、詳しいことわかんないですけど、多分もう倍は確実に言ったら3倍ぐらいいらっしゃったんじゃないですかね。まあ今年はね、ストリートファイター出ましたし、新作鉄拳も出ましたし、まあ新作ラッシュが続いたっていうこともあって、のことだとも思うんですが、まあとにかくね、本当にいい盛り上がりを見せて、で、今年初めていらっしゃった方もたくさんいたので、またこれは来年に向けてね、非常に期待が高まるイベントで、となってます。で、僕もね、非常にまあ、驚いたことにというか、去年も結構声をかけていただいたんですけど、今年はね、もう去年以上にですね、お声かけていただいて、そしてね、嬉しかったのが、YouTube 見てますっていうね、格ゲー研究室見てますとか、海外の Vlog、ちょっともっともっとお願いしますって。なんかそういうね、お声をいただくと、こっちもね、モチベーションどんどん上がりますんで、非常にありがたいことを言っていただいたなと思います。はい。で、今回ですね、僕 Vlog というわけではないんですけど、撮影の方に、密着していただいているので、そちらの方の動画も、後でアップされると思いますので、ご期待ください。今後の予定についても話していこうと思うんですが、5月の第2週なんですが、そちらは、ベルギーの大会の方に、出場します。こちらね、まだパッチ前なんで、僕の本当に最後の、号機の
すいません。本当に最後の剣の、仕様になるかなと思います。剣もね、本当に、長い間1年間お世話になったキャラクターなんで、ここでね、一応いいところを見せれたなと思います。そんな感じで、本日はこの辺で。それでは次回の動画でお会いしましょう。また。